データに溺れる。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。性能を確認するために風洞を自作することにしたよ。前回の動画、完成した風洞で全力ミニレイクのダウンフォースを確認。圧倒的にダウンフォースが足りないことが分かったので、シンプレシムさんの協力もあり、CFD で空力性能を改善していくことにしました。ということで CFD で解析をしていきたいと思います。まずはじめに床が動かない場合と、動いている場合の差を見ていきたいと思います。自作した風洞の床は動かなかったのに対して、実際のコースでは床が車体に対して動いているので、その差はどんなもんなのか？風洞で床を動かすのは大変ですが、CFD なら簡単に計算できます。境界条件のコースの設定を、滑りなしから直線移動壁に設定して、流速と同じ速度2メートルパーセックを入力するだけ。結果がこちら。絶対速度のコンターズです。青いところが流速が遅いところ、赤いところが流速が速いところです。上の床を固定した場合には、流体の粘性によるコアンダ効果によって、翼の仮面に沿うような流れになっているのに対して、下の床が動く場合には、動く床に沿った流れになり、翼から流れが剥離しているようです。翼から流れが剥離する、つまり失速状態にあるので、揚力、つまりダウンフォースが小さくなっているはず。ということで圧力、制圧を確認するとこんな感じ。青いところが圧力が低いところ、赤いところが圧力が高いところです。ちょっとこのコンターズだけではわからないので、翼に働くダウンフォースを計算すると、床を固定した場合が 1.16g のダウンフォース。床が動く場合が 1.15g のダウンフォース。つまりダウンフォースにはあまり差がありませんでした。これは推測ですが、形状が単純すぎて、差が現れにくかったのかもしれません。まあ、実際に近しいのは床が動く場合なので、今後の計算は床が動く場合でやっていきます。次に計算したのはプロペラが回転する場合。CFD では領域の設定の MRF という機能を使用して回転を模擬させます。領域に円柱、円筒を選んで、点1座標と点2座標にプロペラの回転範囲となる、円筒の上面と下面の中心座標を入力。半径に円筒の半径を入力します。図の赤いところが円筒の断面になります。回転中心に円筒の中心座標を入力し、回転軸に3次元ベクトルを入力します。今回は翼の向かい角の分、10度傾いているので、X1、Y0、Z0.176327 としています。各速度はモーターの無負荷回転数5550ラジアンパーセックの半分でマッチングすると仮定してみました。プロペラは2つあるのでそれぞれ設定。ロールモーメントを打ち消すために、回転方向は逆にしてあります。計算結果がこちら。絶対速度のコンターズです。上のプロペラ固定は、先ほどの床が動く場合と同じ計算結果ですが、コンターのスケールを合わせたので、様子が異なっています。プロペラ固定だと全域で絶対速度が5メートルパーセック以下ですが、プロペラ回転だと15メートルパーセック程度の速度が出ていて、翼の上側より下側の速度が速くなっています。つまり翼の下側の圧力が大きく下がっているはず。ということで圧力、制圧を確認するとこんな感じ。予想通り、プロペラ回転では、圧力がマイナス100パスカル程度まで下がっています。これは当初考えていた全力ミニレイクの設計思想通り。ということで、ダウンフォースの値を計算してみると、約 65g のダウンフォースとなりました。車重が 40g 程度なので、約 1.5 倍のダウンフォースが働いていることになります。これはすごい。と思ったのですが、この状態で LC をがっつり使用してたんですよね。ということで、ここからが空力の改善になります。まず考えたのは車高を変えたらどうなるのか？
現状の絞り部の車高は 4mm ぐらい。これを小さく、もしくは大きくしていった時の、ダウンフォースを確認していきます。ただ、一つ問題があって、現状でプロペラと床のクリアランスが 2mm。単純に、全体的に車高を下げてしまうと、プロペラが床にめり込んでしまう。なので車高を下げた場合には床とのクリアランスが変わらないように、プロペラの径も小さくすることにしました。またややこしいのですが、プロペラの径を小さくすると吸収トルクが減少するので、モーターのマッチングする回転数も変わるはず。今回は吸収トルクがプロペラの回転面積に比例すると仮定して回転数を変更しています。計算結果がこちら。車高 0mm が現状の車高で、プラスは車高が高く、マイナスは車高が低くなっています。それぞれプロペラの直径と回転数はこうなっていて、プロットは青が合計、赤が前輪、緑が後輪です。結論を言うと現状の車高が、最もダウンフォースが大きいという結果になりました。車高が高くなると後輪のダウンフォースが低下し、車高が低くなると前輪のダウンフォースが低下します。なので現状のままが最も合計のダウンフォースが大きいという結果に、車高が高くなるとよく下の断面積が大きくなるので、流速が低下しダウンフォースも低下するのはわかるのですが、車高が低くなると前輪のダウンフォースが低下するのは、なぜでしょうか？圧力、制圧のコンターズを見てみましょう。上が車高 0mm で、下が車高 -2mm なんですが、大きな差はないように見えます。次は絶対速度のコンターズ。こちらはちょっと違いがありますね。上の車高 0mm に対して、下の車高 -2mm は、よく下の流速がちょっと遅くなっているようです。つまり流速が低下したことで、ダウンフォースも低下しているみたい。プロペラの直径を 41.5 から 37.5mm にしているので、回転数で調整したつもりでも流量が減ってしまったか？推論となりますが、プロペラは直径が大きいほど効率が良いと聞くので、できるだけ直径の大きいプロペラを使い、プロペラが床に接触するギリギリまで、車高を低くするのが良いのかもしれません。ということでプロペラを小さくしてまで、車高を低くしてもダウンフォースは大きくならない、ということが分かりました。次は、翼の向かい角を変化させてみたいと思います。プロペラの位置をできるだけ変えないように、フロントを首振りするように向かい角を変えます。結果がこちら。現状の向かい角10度が失速気味だったので、8度と6度を計算してみました。結論としては、向かい角8度のダウンフォースが、最も大きい結果となりました。コンターズで確認してみましょう。上の向かい角10度ではよく下で流れが剥離していますが、下の向かい角8度では剥離が小さくなっています。圧力、制圧のコンターズを見ると、この辺りの制圧が向かい角8度の方が小さそうです。ダウンフォースの値は向かい角8度の方が 5g ほど大きくなっています。NACA のデータベースに基づいて、向かい角を10度にしていたのですが、よく下に動く床がある条件では、失速する角度が小さくなってしまうようです。ということで向かい角は8度とすることにしました。次はみんな大好きな空力パーツ、ディフューザーのストレーキを試してみたいと思います。ストレーキとはディフューザー部を分割して、ボディからの気流の剥離を抑制する装置らしいです。なぜ気流の剥離を抑制できるのかは謎です。ということで2つのタイプのストレーキを設計してみました。一つはディフューザー部にだけストレーキを取り付けたタイプ。最も絞っている部分より後ろにストレーキが取り付けられています。2つ目はフロントからリアまで全域にストレーキを取り付けたタイプ。こちらの方がストレーキ部の地上最抵抗が低くなっています。ということで結果はこちら。青が前輪のダウンフォースで、赤が後輪のダウンフォースです。思ってたのと違う。ストレーキを取り付けた2つはどちらも、ベースの向かい角8度よりダウンフォースが、
小さくなるという結果になりました。なぜだということでコンターズで確認してみましょう。上のストレーキなしに対して、下のストレーキを後部のみとしたものは、ポケットのように流速が低下しているところがあります。この断面だとわかりにくいので、90度回転させた断面を見るとこんな感じ。ここにストレーキがありますね。上のストレーキなしでは比較的一様な流速分布。に対して、下のストレーキを取り付けたものは、ストレーキの周りの速度が低下しているようです。単純に考えると境界層が発達しているように見えます。あと、左右に対して真ん中の領域の速度が低下しているように見えます。プロペラの回転範囲がこの辺りなので、真ん中の領域はストレーキによって、流れが阻害されてしまっているように見えます。なのでプロペラ推進とストレーキは、あまり相性が良くないのかもしれません。ということで、ストレーキはちょっと諦めて、リアのアンダーウィングの効果を、確認してみたいと思います。先ほどの結果のグラフでもわかるように、全翼ミニ四駆は後輪のダウンフォースが小さく、バランスが悪い。なのでリアにウィングを追加したいのですが、とりあえずスペースが空いている。よく下に設置してみました。ウィングの形状はボディと同じクラーク Y。大きさはボディの10分の1で、向かい角は8度としています。位置はプロペラに近い場合と、遠い場合の2つ。結果はこちら。これもあまり良くなさそうだ。どちらも良くないけど、プロペラに近い方のダウンフォースが小さいのは、先ほどのストレーキと同じで、流れを阻害させてしまっているのかも。とりあえず良かった方、プロペラから遠いの、コンターズを見てみると、アンダーウィングの周囲で流速が低下しているので、ただの抵抗にしかなっていない模様。と思っていたのですが、編集をしていて気づきました。流れと平行なのでダウンフォースが発生していない。可能性。ということで、こんな感じで CFD の計算をしています。まだまだ改善のアイデアはあるのですが、データが溜まりすぎると編集が大変になるので、今回は途中経過までの動画を作りました。良いアイデアがあったら計算してみようと思うので、コメント欄に書き込みお願いします。ではでは。最後まで見てくれてありがとう。よかったらもう一本動画を見ていくのだ。